皆様こんにちは。今回は暗すぎるスイフトスポーツのバックランプを交換して夜の駐車の時に後ろが見えにくい問題を解決するやり方をご紹介します。スイスポのバックランプは純正の状態だとかなり暗くて正直夜に駐車する時後ろがだいぶ見えにくいです。暗すぎるせいで無駄に少しだけブレーキ踏んで後ろ照らしてる人いると思います。その原因は純正についているバックランプがこんな感じの豆電球なせいで全然明るくないのが原因なんですね。なので今回は片方だけで1750ルーメンもあるバリ明るいバックランプに交換していきます。参考までにこれが純正の明るさなのでこれ覚えておいてください。ってことで今回ポチったのがこちら。前回交換したフォグランプと同じメーカーのルムランさんのバックランプですね。早速開封してみると結構しっかりとした箱に入ってまして中身はこんな感じ。全体的に LED のライトが組み込まれていてこの見えている黄色のところが光る感じですね。参考までに前まで使っていたバレンティの400ルーメンのバックランプはこんな感じで先端にだけ LED があるだけでした。今回のバックランプは400ルーメンの約4倍の1750ルーメン。両方で3500ルーメンの明るいやつなので、純正で暗すぎて困ってる人はこれに交換するだけでだいぶ快適になると思うので、早速交換してみたいと思います。バックランプの交換なんですが、これめっちゃ簡単で、この動画の通り作業してもらえれば誰でもできます。家の電球を自分で交換したことある人なら余裕でできるので、早速作業していきます。取り付けに必要な工具なんですが、10mm のソケットレンチと養生テープ、この2つだけ必要なので近所のホームセンターか Amazon で買ってください。それでは買ってきた養生テープでテールランプとボディの隙間に養生テープを貼ってランプを取り外した時にボディに当たって傷がつかないようにします。正直このテープ貼る作業が一番大変なんで皆さん思ってるより簡単な作業になります。こんな感じで一通り貼り終えたら次にトランクを開けてこの見えてる2つのボルトを外します。 10mm のソケットレンチで半時計回りに回すと外れますのである程度したら手で回して取ってください。上が取り外せたら下も同じように外していきます。上下2本ともボルトが外れたらなくさないように箱に入れてテールランプ本体を取り外します。これ手で少しひねるというか真後ろに引っ張れば取れるので少し力入れながら引っ張ると取れます。この時に注意することがあってこんな感じで中にストッパーがあってこのストッパーから抜けた瞬間にテールランプが急に抜けたランプがボディに当たって傷になることがあるので気をつけて引き抜いてください。せっかく綺麗に乗ってる車が傷ついたら一気に熱冷めるのでこれは慎重に作業してください。テールランプが外れたら中はこんな感じになってましてこの丸が2個ある方のソケットを抜きます。つまんで回すと外れるので外したら純正の豆電球を外して今回の新しい LED を入れ込むだけです。入れる向きは関係ないので気にしなくて大丈夫です。 LED を差し込んだらまたソケットを中に入れて回して固定して終了ですね。なので交換自体は5分もかからないですね。思ってるよりめっちゃ簡単です。ここまでできたら仮で固定して交換したランプが正しく点灯するか確認して問題なければテールランプを完全にはめ込んでボルトで固定して完成ですね。これ一人で作業すると点灯してるかわからないのでその場合はスマホで動画撮って確認してください。これと同じ作業を反対側もやってこれで取り付けは終了です。皆さん思ってるより簡単でネットで買ったランプの持ち込み交換は工賃割増とかありますが DIY の初心者の方でも問題なくできますし自分でやったらタダなのでぜひ自分でやってもらえたらなと思います。それではバリ明るい LED バックランプになったので早速どれくらい明るくなったか見てみたいと思います。これが純正のバックランプ、これが3500ルーメンのバックランプ、明らかに明るくなったのが見えたと思います。この下の方を見てもらいたいんですけど車の下も綺麗に照らしているので夜に駐車する時にかなり見やすくなっています。それでは次に前まで使っていた400ルーメンのバックランプと比較してどれくらい明るくなったか見てみます。こちらがバレンティの400ルーメン、これが約4倍明るい3500ルーメンのルムラン。明らかに広範囲を明るく照らせてますね。バレンティの場合だと車の後方2メートルぐらいが明るくそこ以外はそこまで明るくないんですがルムランの場合だと広範囲を明るく照らしているので夜間駐車する時によくある暗すぎて白い線が全く見えない問題もなくなりますね。もちろん光軸も調整されていて地面を明るく照らすように調整されているので他の車に迷惑にならない仕様になっています。次にですね車内のモニターの見え方にどれくらい差があるのか見ていきたいと思います。これが交換前の400ルーメン、これが交換後。バックカメラは機械的に明るさを上げてるんですがそれでもはっ
きりとわかるぐらいの差はあるかなと思います。これだけ明るいと夜に駐車するときに全く困らないですし、無駄にブレーキ踏んで後ろを少し明るくすることもいらないので、もしスイスポ買ってずっと純正のバックランプや暗いランプを使い続けている人がいれば、ぜひこの機会に交換するのをお勧めします。ちなみにこのルムランさんのランプは保証が1年ついてくるんですが、もしつけてみたけど思ってたのと違ったとか、逆に明るすぎたとか、取り付けができなかったとか、いろいろな理由があると思うんですけど、どんな理由でも返品ができる不安保証がついてるので、とりあえず買ってみて気に入らなかったら返品もできるので、気軽に買えるのもいいところかなと思います。Amazon で売ってる1000円の激安バックランプと比較すると、今回の LED バックランプは使われている LED はフィリップス、ルミレッツという世界シェア3位のメーカーの LED が採用されているのと、太めの電極が採用されて接触不良を抑える工夫がされていたり、ランプ自体がアルミでできているため放熱点もしっかりしていて、かつ明るさも3500ルーメンもあるランプなので、1000円では買えないんですけど、値段相応のハイクオリティのものなので買って間違いないかなと思います。もし思ってたのと違ったら返品すればいいだけなので、ぜひ試してもらえたらなと思います。今回のバックランプ以外にもフォグランプやウインカー交換など結構簡単に DIY で交換できるので、どんなもんかお時間ある時にやってみてください。これまでの話をまとめると、ルムランさんから発売されているバックランプ、水素純正が暗すぎるせいで夜に駐車する時に困ってる人約9割ぐらいだと思うんですけど、今回のモデルは明るさが3500ルーメン、前使っていたバレンティの約7倍、めちゃくちゃ明るいけど光軸がしっかりと調整されていて、周りの車に迷惑にならずしっかりと地面だけを照らしてくれる設計、高熱性で優れたアルミでできていて接触不良を起こさないように作られていて、使われている LED は世界シェア第3位の大企業のものになるので、 Amazon に売ってる激安ランプと比較しても信頼のおける LED バックランプで、どんな理由であっても返品可能で保証が1年ついてくるので安心して買い物できますね。また交換自体も両側で5分もあれば簡単に交換できるので、ボディに傷がつかないようにしっかりと養生テープを貼って気をつけて作業すれば本当誰でも交換できるので、ぜひ DIY で交換してみてください。今回紹介したルムランのバックランプは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はリンク先から他の人のレビューを読んでもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。また最近メンバーシップも始めて、メンバー限定でツーリング行きたいので、メンバーシップの詳細も合わせてぜひ読んでもらえたらなと思います。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。